っていうこと。皆さんこんにちは、とべちゃんです。私は今韓国のソウルに来ています。本日はインチョンから成田まで私たち初のジップエアーで向かいます。今回2泊3日の韓国の滞在だったんですけれども、ミョンドンの夜市に行ったりだとか、あとは美味しいものも食べてるね。そしてこちらのホテル、相鉄ホテルズザ・スプラジールソウルミョンドンっていう長い名前のホテルなんですけれども、日系のホテルです。日系のホテルだから日本語が通じるだろうと思ってるあなた、それはちょっと間違っていますよ。通じる時と通じない時があります。基本的には英語でのコミュニケーションになります。こちらの雰囲気ぜひ見てください。なんかさ、和風っぽくない？この雰囲気が。こっちもね、あ、和風っぽいよね、障子っぽいよね、なんかね。で、なんとお風呂場、ヒノキ風呂でした。恐ろしいぐらいヒノキでした。チェックインして今109番搭乗口に向かっています。109番搭乗口っていうのはインチョン国際空港第1ターミナルのコンコースの方にあるんです。コンコースの方っていうのはだいたい LCC、 今回私たちが使うジップエアーだとか、韓国に来る時に乗ってきたジンエアーとかが到着するところがコンコースなんです。だからめちゃくちゃ遠い。なるべくならとっても早く来ていた方が良いかと思います。後ろに見えている飛行機がジップエアーの今日私たちが乗る飛行機です。ジップエアーの運賃なんですけど、 LCC っていうにはちょっと高いかなっていう風に感じましたね。他の LCC がもっともっととっても安いので、比較としてなんですけれども、来る時に乗ったジンエアー、あちらの運賃は1人当たり4400円でした。そして今から乗るジップエアー、1人当たり21189円でした。だいぶ違うよね。しかもね、ジンエアーの場合は15キロまでチェックイン、手荷物だから 14.99 ぐらいまでは預けられるんですよ、無料で。そして機内食も出ます。で、ジップエアーの場合は14キロまで受託手荷物を申し込むと3892円でした。今回私はそちらを申し込みました。そして機内食はもちろんなしなので、カツサンドとスケロク寿司っていうのがあったので、スケロク寿司を頼んでみました。で、スケロク寿司なんだけどさ、なんでスケロク寿司なのっていう気がしましたね。成田インチョン線の限定の機内食がスケロク寿司って書いてあったの。だから頼んでみたんですけれども、なんでスケロク寿司なんだろうね。なんでスケロク寿司なのかなとは思いましたね。よく考えたんですけど、多分日本人でスケロク寿司をわざわざ頼みたい人っていうのはあんまりいないかなと思うので、韓国の方向けなのかな。今の段階の結論はそんな感じですからね。これだけ結構高いお金を払っているので、どれだけいい感じの LCC なのか気になりながらこれから登場します。なんか小腹が空いて少し食べたいなと思うんですけど、お店がもうやってないとこが多くて、もうみんな閉まってる。でもね、ドーナツ屋さんが一つだけ開いてて、ちょっと今心惹かれてます。コーヒー飲みたかった。どうぞ登場です。ゲート入ったら1個下がって登場なんだ。今の段階でジップエアーを取って良かったことっていうのは、機材が787っていうこと。まあこれだけでも価値はあるかな。
乗務員はドアモードをオートマティックに変更し相互確認してください。やっぱり787は気圧の変化を感じにくいなと思っています。来るとき737だったんですけども、かなり気圧の変化を感じました。例えばなんかね、耳とかちょっとクラクラする、私の場合喘息持ちだったりするのでちょっと息苦しいとかそういうのを感じたんですけども、787の場合はやっぱり安定していて全然苦しくないですね。座席の横幅はこのくらいです。こちらのヘッドレストは動くタイプですね。すごく背が高い方とかこういうことができますよっていうことです。折れますね。ちょっと横になって頭を傾けてうとうとすることができる感じで、こちらがこういうボタンでね調節するタイプの、これで明るくなる、明るくなった。飛行機内っていうのは UV がすごい。例えて言うならば日サロに行ってそれを10回とか連続で受けているような、それぐらいの UV を浴びるらしいんですね。なので女性の方は日焼け止め絶対塗った方がいいですし、男性でも塗った方がいいです。客室乗務員の方だとかパイロットの方、メラノーマになる確率がね、私らのような一般人の何十倍とかそういう研究結果が出ているそうなんで、
トで着陸なんですけれどもね、ご飯は美味しかったかな。だけどここ正直なことを言うとジンエアのご飯も全く同じレベルで美味しかったんですよ。何が違うかなって思ったら、やっぱり私の場合はこの787すごい好きなんで、787乗ってるこの重量感というか安定感というか、それは乗り心地がすごく良いので好きかな。成田からインチョンまでだとだいたい近いので737だったり320っていうのも分かる気がするんですけど、インチョンに787で行けるっていうのはすごく嬉しいことです。つけろ崩しに関して韓国に行っているとどうしても脂っこい食べ物だったり、ちょっと私の場合韓国料理の甘みがちょっと苦手だったりするんですね。で胃の調子があんまり良くなくなっちゃうんです。2日目からはちょっと胃の調子がね悪くなってきている帰りの便の中でつけろ崩しが食べられるっていうのは案外ほっとするというか、胃を休めるのにぴったりだなと思った。わざわざつけろ崩し頼む人なんていないでしょうってさっき私言いましたけど、頼んでくださいっていう感じですね。ただしここ一つだけ注意点があるんですけれども、つけろ崩しの中に入っていたいなり寿司はかなり味が濃いです。醤油とねお砂糖を混ぜたものを食べてるかなぐらいな、それぐらい結構濃かったです。太巻き寿司なんですけども、そちらは味付けちょうど良かったです。カツサンドも味は私の場合は結構薄味なのでちょうど良かったですけれども、味が ほとんどないぐらい薄かったです。でもね美味しい、そのくらいがちょうどいい。僕としてはですね、なんでスケロク寿司なのっていう感じですね。日本らしくっていうのであればスケロク寿司じゃなくて、例えばちらし寿司とか押し寿司とか、あえてその中でスケロク寿司っていうのが、それも見た目なんかパッと開いた時にラップもぐるぐる巻きになっててそう見た目も良くないなと思って、味はねしっかりしてていいなと思ったんですけど、さてなんとなく2人で意見が分かれたんですけれども、でもね具さんが言ってることもなんとなく分かる。確かにね言われてみればなんでスケロク寿司なんだろうなって。スケロク寿司はなんでスケロク寿司なんだろうね。だったらいなり寿司とかでもいいのかなっていう気もするし、あえてスケロク寿司っていう理由をぜひ伺ってみたいです。やりますが、滑り出ることが困難な指示により到着後機内に全出てきました。すっごい眠かった。やっぱりいっぱい食べた後ほどほどに揺られると眠くなりますね。じゃあこのまま外に出てしまいます。成田空港に着きました。成田ではねそんなに大変じゃなかったね。別に普通に出てこられる感じでした。MySOS というアプリに事前登録っていうのをしておけば、普通に入ってこられる感じなので、ハードルがもうこんなに高いとかそういう感じではないんじゃないのかなとは思いました。時間は全然かかんなかったかな。ジップエアについてお話ししましょうか。ジップエアは日本航空が作った LCC ですよね。 LCC っていう雰囲気の乗務員の方たちではありませんね。普通の航空会社の CA さんっていう感じの方が多いのかな。で制服がたくさんあって、いろんなパターンの制服着てる方がいらっしゃいました。アシンメトリーなねスカートがあって、それはねおしゃれだなと思った。でお値段に関してですね、妥当なのかなっていうのをずっと気になりながら最初から乗ってたんですけども、妥当なのかな。行きで私はジンエアっていう成田からインチョンに行くんだったら絶対ジンエアしかないって思ってます。そのぐらいジンエアはおすすめなんですけど、そこと比較してしまうと私だったらジンエアで行くかなと思ったかな。で何がジンエアと違うかっていうと、特に違いはないんですよ。ジンエアっていうのは大韓航空の子会社かなんかだよね。だから
かどうかはわからないけど、別に感じ悪いっていうことはなくて、普通に感じがいいんですよ。でテキパキしてます。すごくテキパキしてます。それで G エアの場合は英語のアナウンスがすごいわかりやすい、ちゃんとしてました。で自分が感じたのも LCC 全体よりはシートピッチが少し広いっていう部分と CA さんたちの気遣いが若干いい、そういう部分が費用に加算されているところ。久しぶりに国際線に乗った感じで、しかも LCC で初めての航空会社だったということで、ちょっぴり辛口になりましたけれども、全体としてはいいフライトでした。ぜひチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。